サンドビッグといえばチップ。私の中ではあまり印象になかったソリッドエンドミルということではい、というわけで本日の動画なんですが、サンドビッグさんのご提供によります超高ソリッド万能汎用エンドミルのコロミルデュラのスペック検証をねやっていきたいと思います。なんか万能で汎用でって言われたら角を落とした丸い設計なのかなみたいなね、そんなパッとしない印象が浮かんでしまいますが、どうも違うらしいということで、まずですね削ってみないとわからないということで、とりあえず削っていきますと。そして話を聞いたところによると相当特殊なというか、マニアックな設計がエンドミルにされているということで、そちらの設計の解説を少ししていきたいと思います。加えてラインナップの紹介をしたいと思います。話に聞いたところによるとなかなかのハイスペックとなっておりますが、そんなハイスペックなエンドミルを使いこなすにあたって、条件設定がそこそこ難しいんではないかなと思うんですが、そこら辺の条件設定の解説も行いたいと思います。はい、というわけで早速ね削っていきたいと思います。今からねテスト加工していきたいと思うんですが、皆様サンドビッグご存知でしょうかね。知ってる方の方が多いんじゃないのかな、この業界ではっていうぐらい、国内には様々な切削工具メーカー大手中小ありますが、そんなね激戦区な日本の切削工具業界の中でも結構大きな名前として認知されるサンドビッグ。旋盤で言えば内径ボーリングバイトとかね、ビビりにくいユードリル。はい。例えばの話、タイとかベトナムではホンダという言葉がオートバイを指すみたいな感じのように、ユードリルといえばスローアウェイドリルを指すみたいな感じで、他社メーカーのスローアウェイドリルをユードリルって言ってる人も見かけたりするぐらい、名の通った製品なんですが、それら全て全部チップ式。はい。サンドビッグといえばチップみたいなね、イメージが私にはあるんですが、皆さんいかがでしょうか。今からやる工具は私の中ではあまり印象になかったサンドビッグの超高ソリッドエンドミルということで、どんな実力なのでしょうかね。やっていきたいと思います。はい、まずはこちらのエンドミルね、マックスランピング角度が20度設定されているということで、もちろん条件にはよると思うんですが、用意されているということで、実際にそこら辺を検証していきたいと思います。と同時に、ソリッドエンドミルといえば、負荷制御、トロコイド加工でしょうということで、そこら辺もね、やっていきたいと思います。はい。ではね、ヘリカル穴開け加工をやっていきたいと思います。まずですね、素材の端っこをちょっと割る形で、どんな角度で侵入してどんなスピードで沈んでいくのかっていうのをまず見ていただきたいと思います。さあ参ります。はいはい、この角度沈み方がえぐい。何秒使ったか分かりませんが、確か18パイの穴を10パイのエンドミルで開けております。深さは20ミリ。はい、これを無垢のところに加工していきたいと思います。はい、この角度意外と静かですよね。意外と静か。どうだったでしょうか。冷静に聞いてると、切削音はそんなにうるさくないんだけれども、切り子が擦れる音が派手になってくるという感じですね。次は10パイのエンドミルで18パイだったので、比較的余裕があった穴に対して14パイでいきたいと思います。回転数とかね、いろいろ変わりましたね。このね、うわキモ入っていく角度がね、プログラムミスったと思って止めてしまう速度でね入っていきますね。はい、次はね18、14はねともにワンサイクルっていうんですかね、で加工が可能なものになるんですが、下穴を開けて繰り広げる形で穴加工をねやっていきたいと思います。
無事開きましたと。負荷制御トロコイド加工をやっていきたいと思います。回転数がね変わりましたね。はい、仕上げ加工ですね。はい、というわけでね、いかがだったでしょうか。はい、18パイと、14パイと、最後に開けました穴25になっております。はい。それぞれの穴深さは20となっております。エンドミルの径に対して 2D の深さでそれぞれ18、14、25というふうに穴を開けさせていただきました。どうだったでしょうか。角度がね非常にブリブリブリみたいなね。やってる方は分かると思うんですが、あの角度で侵入したらバーン止めるんですよね。危ないみたいなね。はい。っていうようなキモさがあったんですが、難なく加工できたという風になっております。これがコロミルデュラのランピング角度20度のエンドミルの実力となっております。はい。今回ね、ランピング角度に関しては20度で加工していないんですが、なんでそれを20度で加工していないのかっていうと、サンドビックさんのホームページの条件設定ツールを使用して算出した条件で加工しております。そこら辺は後ほどのね動画後半の方で使い方とどうして使うべきなのかっていうところを解説したいと思います。今回のこのテストピースの加工で言いたいところとしては、サンドビックさんのユードリルを食ってしまうんじゃないんですか、このエンドミルみたいな。穴開けめっちゃ早くなかったみたいな。しかも18、14、25、1本でやってますけどみたいなね。もちろんそのユードリルは4D とか 10D とか深さに合わせた長さっていうのがあると思うんですが、これに関してはエンドミルの径に対して2D でやりましたけど、そういう制約はあるものの、15mm の板に例えば M16 の下穴とか、あるいは M20 の下穴とかを開けるんであれば、マガジン1個でいろいろできちゃう。万能汎用エンドミルってこういう意味みたいなねっていうのが見えてきたかなと。万能汎用って言ったらなんかふわっとしたね、なんか角を取った丸いスペックなのかなと思いきや、かなり尖った切削速度、角度、切削条件でいろいろできるっていうね、はい、そういうエンドミルでございます。というわけでですね、万能汎用でございますので、溝加工も対応しておりますよということで、4枚刃ですがまた溝加工やっていきたいと思います。はい、やっていきましょう。ちなみに私は別に溝加工を推奨するわけではございません。万能汎用超高ソリッドエンドミルということで対応しているそうなので、試させていただきたいなと思います。静か。10mm いきます。静か。静か。そして 15mm です。はい、加工できました。ちなみに最後にやりました 15mm っていうのは、推奨条件外というか、条件設定ツールでは 7.5、7.5 で2回に分けてやってくれみたいな感じの条件が提示されるんですが、15mm 一発でいってみましたということで、普通にいけましたと。どうだったですか。正直拍子抜けというか、はい、溝加工でこんな感じかいみたいなね、 SS400 とはいえ、いやなかなかですね。どうだろうかな。20mm いってみますか。一発 20mm。もう 15mm で推奨条件外なんですが、やるだけやってみるか。はい。折れたらすいません。はい。はい、やってみます。はい、ではプログラム入れましたので、はい。この深さいくんですか。やめようかな。やめようかな。送り速度はだいぶ落としたけれども、これはちなみに全然推奨する条件ではございません。
10ミリ10ミリで分けてねやっていただければなと思うんですが、まあ1回だけ行ってみましょう。ちょっと怖いんで割れて飛んでくるかもしれないんでちょっと離れてね。送りまあ行ってみましょうか。送りはね半分ぐらいにしてるんで。行くんかい。やば、これはほんまにはい、こちら全部ねワンパスとなっております。はい、というわけでこちら加工が完了いたしました。5ミリ、10ミリ、15ミリ、20ミリと、20ミリはちょっとスペース空いてたし、やってみるかみたいな感じでちょっとやってみましたが、条件もね適当です。どうだったでしょうか。20ミリの切り込みここにアプローチした時にはゾワゾワしましたけど、万能汎用超高ソリッドエンドミルとなっております。はい、随分尖った万能汎用ですね。はい、というわけでですね、さあ次の加工テストやっていきたいと思います。はい、というわけで次の工具のね加工をやっていきたいと思います。4D 仕様、そして7枚刃仕様となっております。ワークの形状はご覧いただいたような形となっております。はい、高送りカッターでいわゆる大粗、粗加工というものを終わらせておりますが、高送りカッターの径が手持ちが 32π だったんですね。32π では入りきれないR 部分というかを用意いたしました。仕上げ工具は小さい径で長い波長でっていうのが用意できましたけど、中腹工具とかも用意せなあかんのみたいなあるじゃないですか。そこはやっぱりですね、超高ソリッド万能汎用エンドミルでございますので、中粗加工もやっていただきたいなと。仕上げ用のエンドミルとなっておりますが、中粗中仕上げをやっていただきまして、仕上げ加工やっていきたいと思います。さあやっていきましょう。はい、ここね、結構深めにねえぐり込んでおりますが、はい、難なく、はい、そうか、意外と余裕な感じがありますが、素晴らしいですね。この後仕上げ加工となっております。おや、なんだろう、ビビってるところがあるな。一部ねビビってるところがありましたね。なんでだろう、ここのね側面だけなんかビビってましたね。なんでだろうな。どうなんだろう、何が原因だろうか。思いのほかビってしまいましたということで、倍数を2丁に変更しました。ワークの合成のせいでさっきのはビってしまったのか、保持合成でビってしまったのか、工具のせいでビってしまったのか、工具のせいってことはないと思うんですが、他のところでビってなかったので、倍数2丁でとりあえず保持合成を上げてやってみたいと思います。やり直したいと思います。あ、なるほど。さっきビってた箇所はビビらないですね。はい、ビビらない。保持合成が低かったということでさっきビっていたということだと、結論付けていいんじゃないでしょうか。はい、全くビビることなく、切り子詰まりでゴシャゴシャいうことなく順調に加工しているかなと思います。はい、仕上げ加工。
申し訳ない。私の段取りが悪かったと、そういうことでございました。はい。そして見ていただきたいんですが、加工を行う前にここら辺掃除しておりましたので、先ほど動画で見ていただきました工程で出た切りこのみがここに転がっているという状態でございます。40ミリの波長で切り込んだにもかかわらず、非常に細かい切り子になっております。これはブレーカーが付いているということで、細かく分断された切り子になっております。ここら辺非常に気の利いた仕様となっております。ではね、仕上がりの方見ていきたいと思います。非常に綺麗な仕上がりになっておると。ご覧の通り、ここの R とここの工具系非常にシビアな R になっているんですが、この中も非常に綺麗にビビらずに加工できていると。この中ですね。この中非常に綺麗に仕上がっております。見ていただけますと、チップブレーカーがここにありますね。で、このブレーカーによってですね、仕上がり面が多少変わってしまうと、ブレーカーがないものの方が仕上がりが綺麗というところがあるんですが、ニックの影響はないとは言えない。ないとは言えないけれども、こういうところとかが一番目立つかな。面速度とかは変化がほぼない。ほぼないっていうか、手触りでは正直感知できないくらいの面速度になっておりまして、ご覧の通り非常に綺麗に仕上がっているということですね。私的には波長が長い切り込みをかけるときにはブレーカー付きのエンドミルの方が好みではあると。いかがでしょうか。非常に綺麗に仕上がったなという感じですね。私にしてみればですね、ソリッドエンドミルといえばですね、設計を読み解く目がないので、正直な話、調光であればハイスであれば4枚刃であればその要件一緒であればみんな一緒じゃねみたいなところを思っていた時代も私にもありましたが、見た目似たようなもんでも随分違うもんやなというところを最近ね痛感しているところでございます。はい、というわけでね、コロミル・デュラ、こちらのね設計のコンセプト、設計の要点を解説していきたいなと思います。一押しポイントというか統一されたコンセプトの一つとしてウィスパーカットテクノロジーというのが採用されているということになっております。はい、読み上げますと、各フルートが異なるねじれ角で配行している先進の配当リードコンセプト、不等ピッチに刃は配置され一定のビビりを減少させる効率的な加工が可能になりましたということなんですが、不等ピッチ不等リードエンドミルやんみたいなところなんですが、ちょっと違いますと、完全不等リード完全不等ピッチということで4枚すべての刃のリード角が違います。4枚すべての配分角が違いますということで、完全不等ピッチ完全不等リードとなっております。なんやねんそれみたいなね。逆にその他のエンドミルどうやねんみたいなところなんですけど、4枚刃だとしたらば、2種あるいは3種あたりの不等リード角不等ピッチ角なんですが、もう全部違うと。4枚刃全部違うという風になっております。結構ね珍しいっていうか多分ない、はい、大体2種か3種で分割されているところなんですが、はい、こちらの7枚刃でも7種類のリード角7種類の分割角となっておりますよということで、オタクすぎオタクすぎる設計コンセプトとなっております。はい、こちらのね溝加工をやった時に 5mm、10mm かなり音がね静かだったと思います。はい、15mm、20mm は私が勝手にね無理やりやったっていうところもあって、ビビリ音しておりましたが、推奨条件範囲内であれば音がね非常に静かだったという特徴がね出ていたと思うんですが、ここら辺が完全不等リード不等ピッチの強みなのかなと思われます。コロミルデュラ内での 3D そして 4D の波長を持つエンドミルに関しては、先ほど紹介いたしましたチップブレーカーが標準装備となっております。もう悩むまでもなくチップブレーカーがついてくるというところで、ここら辺は非常にいいんじゃないのかなと個人的には思っております。ブレーカーありなしでね好みはあるかと思いますが、加工後の状況を見ていただきました通り、ワーク周辺に切り子がとどまっていなかったと思うんですね。それはねやっぱ切り子が短いからなんですね。切り子が短いので引っかかることなく割と飛んでいくということで、非常に加工が安定しやすいいい設定だなと思っております。はい、3D 以上チップブレーカーついておりますよというところでお勧めしておきたいなと思います。はい、2枚刃からラインナップがございまして、
2枚刃、3枚刃、4枚刃、5枚刃、7枚刃のラインナップがありますと、それぞれね波長の設定がありますので、ホームページ等々を見ていただければなと思います。そしてアルミ用のねエンドミルがございますと、今までねいいところを結構言いましたが、ちょっと私難点感じてるところが一つありまして、サンドビックさんのソリッドエンドミルのケース開けるのめっちゃ硬い、そういうところあります。アルミ用のエンドミルのラインナップがあったりとか、そして一番小さい径で、これは何パイだ 0.5 パイかな、超極細のねエンドミル、がラインナップされておりますと、そして最も大きい径、重たい径かな、迫力。コロミルデュラの7枚刃の 4D 仕様かな。はい、何パイだろう、25パイ。惚れ惚れする。25倍しようともなると、この完全不等ピッチが分かりやすく出てますね。刃の感覚が随分違うというのが分かるかなと思います。はい、なかなかすごいです。ちょっとこれ転がしとくの怖いんで、ちょっとケースに入れさせていただきます。はい、というわけでですね、非常に多くのラインナップが万能汎用エンドミルとして包括されたコロミルデュラとなっております。回転数とか送りが非常に細かく分けて加工したんですが、能率、刃持ちいいですよというところでやってるんですが、私が事前にめちゃくちゃテストしたのかっていうとしてないんですよね。条件設定のためにホームページで、設定条件等々を引き出せるようになっているんですが、そこら辺の条件の根拠どうなっとんねんっていう話なんですが、サンドビックコロマウント社で実際にテスト加工を行ったデータがそこに集約されており、実加工をもとにした、切削条件の提案がありますよということになっております。なので18パイの時と14パイの時で侵入角度、回転数、送り速度、能率と刃持ちを踏まえた上で提案されるということで、使わな損すると。同じ工具を使うんでもホームページの条件設定ツールを使うか使わないのかっていうのは非常に大きな差になるということで、ちょっと解説したいと思います。いろいろ網羅するとめちゃくちゃ時間かかるということで、特に見てほしいものを見ていきたいなと思います。ここの検索欄に今回使用しました型番を入力いたしますと、いろいろ出てくると、もろもろのスペックですね。ここ注目いただきたいのは、ここ切削条件の計算というものがあります。こちらをクリックいたしますと、ご覧のようなページに飛びます。なんかねちょっとバグってるのかあれなんですけど、ここでですね秘策材を選びますと、このまま定合均衡を選択したままいきたいと思います。そして加工、回転工具、今回見ていただきたいのは穴、ヘリカル穴開けの穴。はい、で加工径を18、加工深さを20、そうしますと結果を表示というこのねボタンがねアクティブになりますので、こちらをクリックしますと見ていただきたいのはですね、工具寿命260穴っていうのが出ておりますと、加工時間 10.5 秒っていうのが出ておりますと、こちらの工具寿命なんですが、サンドビックが実加工をもとに算出している工具寿命なので、なかなか巨大資本でもない限りですね、やたらとテストをしまくらないと限りはですね、実加工をもとに工具寿命を提案するっていうことはできないと思うんですが、さすがサンドビック、素晴らしい提案をしていただけるということですね。260穴あの雰囲気で本当にいけるのかどうかっていうのは、試しておりませんが、おおよそのね判断の基準になるということで非常にいいんですが、ここからぜひ見ていただきたいのがこの詳細の表示を押していただきますと、ご覧のような表示ができますと、勘のいい方はもうお気づきかと思いますが、ヘリカル穴開けに関してはですね、加工面に対する送りと工具中心に対する送りの差がめちゃくちゃ大きくなるのがヘリカル穴開けということで、工具中心における送り速度というのが出ておりますと、これめちゃくちゃ親切です。皆さんご存知だとは思いますが、主軸回転数×刃当たり送り×刃数だと、こちら加工径での送り速度968が出るんですが、ここの計算で出した送り速度968だとヘリカル穴開けだとめちゃくちゃ速くなってしまうということで、工具中心における送り速度というのを別途計算しないといけないんですが、もう出してくれておりますよということで、この430を使うだけ。そしてですね、キャムをするにあたっても、手打ちをするにあたっても、対話によってプログラムを作るにあたってもですね、このランピング角度 14.9 度っていうのを使ってもいいんですが、ちょっとややこしいと、切り込み深さで指示すると非常に楽というかね、楽です。
というのもですね、1周で 6.67mm 切り込むよとすれば、角度はサンドビックが提案する角度になるということで、こちらのね、1周で 6.67 切り込むようにすると非常に間違いがないと。はい。もろもろ見ますと、切削トルクとか、切削動力とか、細かい数字が出ております。はい。非常に参考になるかなと思います。こんな加工をしたいんだが、どの工具を選んだらいいのかわからない、相談したいというのも、このホームページを使って選定することができます。はい。こちら、製品情報から、推奨工具と切削条件の選定というものをクリックいたします。で、先ほどと同じなんですが、回転工具を選びます。例えば今回はフルート、溝加工を選んでみたいと思います。で、溝の種類はどんな感じですかというのを選ぶ画面になりますので、終端が開いているスパイラルフルートというのを選びます。加工深さは仮に 10mm、一般幅、こちらは 10mm、長さ100mm のまんまでいいかな。こちらで結果を表示を押しますと、はい、表示されました。というような感じですね。右側にご覧のように、こういった工具が適切じゃないですかみたいなのを提案していただきます。ここまではね、担当者打ち合わせ0となっております。はい。で、先ほどと同じように、工具寿命1640加工。1640加工。どういう意味だろう。長さなんだろうか、数なんだろうか、ちょっと分かりませんが、工具寿命ももろもろ提案していただけると、ここら辺は一体何なのかちょっと後で調べたいと思うんですが、コロミルデュラではなくコロミルプルーラーになっておりますね。こういった工具を提案してくれると。コロミルデュラも提案されてますね。ここら辺を見てみますと、工具寿命がだいぶ短くなったなというのが見て取れますね。なので、一概にパッと見一緒に見えるエンドミルでも加工内容によってこの加工条件での能力比較っていうのが非常にやりやすいホームページツールになっております。はい、といった具合にですね、この型番を使うっていう場合は型番から検索して切削条件を算出した方が早いですし、こういった加工をするんだけどどういった工具がいいのかなみたいなところから工具の提案から切削条件の提案、そして、実加工に基づいて積み重ねられた刃持ちの予想っていうのもしてもらえるということで、これはね、工具を買うんであれば絶対に使った方がいいツールとなっております。というわけでですね、使った方が絶対いいのは穴あけ加工、溝加工もね、使った方がいいとは思いますが、溝加工は何回か使えばね、勘どころを抑えるとは思えるんですが、いろんな穴系を加工する場合においては切削速度とか送りとか角度とかを指定してくれるこの条件ツールはね、しばらく使った方がいいかなと個人的には思います。はい、というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。